にちは。今回は推しの子第13話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。原作者と脚本が直接話し合えば解決する問題なのに、ぶっちゃけその通りよね。ぶつかり合いが怖いからやらないんだろうけど。まあぶつかったらあなた創作センスないんじゃってなったわけだしな。フィクションだけど。あんたセンスないよって言われるの怖くてクリエイターやってちゃいかんな。頑張ったでクリエイターできるならみんなクリエイターだよ。漫画家が自分がやるって実写の脚本に向いてるかというとそれはまた別だしな。まあセンスなかったのは確かだよな。全然原作読み取れてないんだから。原作者が強いってのは大事だよね。原作者は社会人、経験がないから子供と同じところあるからな。白箱のあれと一緒で原作者と直接話させないのが問題だな。間に無駄に人に入れるのって中抜きしたいだけだろ。無駄な仲介入れてるからこうなるねん。直で話せや。でも演者がキャラに違和感覚えてたし、原作ファンが見たらところどころ違和感ある舞台になってたろうな。これはこれで違和感どころか原作崩壊で大炎上パターン。そもそもマルチメディアにとって原作ファンってのは考慮されない。最近の舞台はすごいからな。そんなもんはごくわずかだろ。チケットにも限りがあるし一握りの人しか見てない。舞台はよほどの大手でない限り東京だけの文化なのかな。舞台、映画、テレビ、全部芝居は違うからね。舞台経験が多い演者ほどテレビや映画でも良い芝居をする。だから最近の声優はもっと舞台経験を積んでほしいのだが。伝言ズレズレゲームで原作者が直前でブチ切れて白紙になるのは大変だと思うが、それでも脚本家と原作者で直接やり取りさせるのは NG なのかね。今の脚本家センスねって言っている状態だと、まあ周りとしては避けたいと思う。でもアニメ化した原作者って最初に脚本家や監督と会って話し合いましたとか、脚本全部チェックしましたとか言ってる人よくいるよな。その差は何？伝言ゲームなしで原作者と脚本家が直接話し合えばいいのにと思ったけど難しいんだろうね。デートだ。まるでカップルみたいじゃん。気がいいよな推しの子は。メルトくん、一期ではただの大根略者のダメなやつかと思ってたらすごい素直な性格した好青年だった。すっかり重曹ちゃんの弟ポジになってるな。メルトフォント変わったんだな。演技するシーンあるなら楽しみだわ。ほんといいキャスティングだな。岩見さんが超絶うまいのはもちろんだけどアビコ先生もいいし、メルトが慣れない挨拶をそれでも頑張ってる感じも良かった。全部脚本家も辛いな。辛いけど面白いな。伝言ゲーム、なるほどね。血を吐く努力してあげた仕事を全否定されるとか、自分だったら再起不能になりそう。作者の実体験がフィードバックされてそう。アビコ先生が吉祥寺先生の元アシスタントだったとか。でも確かに元足が大ヒット漫画家になるケースかなり見かけるね。ワンピースの小田くんもたーちゃんののりひろ先生の元足なのは有名だしな。アビコ先生は大好きな吉祥寺先生の漫画を蹂躙されてるので、敵討ちの気持ちあるとか。そもそも作者にとって作品は自分の子供のようなもの。でたらめなことされたら子を守るために鬼にもなる。惨めに死んでいく最低な敵キャラとかでも原作者は愛してるもんな。アビコ先生強い、アビコ先生面白い、アビコ先生かわいい。あやねる声で怒られるとかたまらんわ。あやねるはいつもの仕事のストレスをぶつけるように演技してたのかな。素じゃないよね。あかねが良い感じ。引き続きあかねが可愛かった。週刊連載の人気漫画で映像化の前の最初のメディアミックスが舞台化ってあるのか。大抵はアニメ化かドラマ化が先じゃない。東京ブレイドはもうアニメ化済み。実写は初めてってやつだな。実写化が成功したアニメなんて最近だとゴールデンカムイとキングダムと流浪に剣心くらいしか思い浮かばない。あれ結構ある。今度やるキングダムもヒット確実だろうしな。
近年のちゃんと金をかけた実写化は割とまともになってる気がする。シティハンターワンピース、金あるところは違うな。脚本家側を擁護するような内容だったけど、どう見ても作者以外全員悪いよな。悪者なんていないよ。創作って結局万人に受けるものってないから難しい。どこかの部分で誰かしらが折れて完成するのがほとんどじゃ。コアさんかわいそうすぎるでしょう。アビコも自分の作品だからこだわりがあるのは当然なんだけど、脚本家側のことを一切考えてないよなって思っちゃった。なんというか、アクアの言う通り子供みたいな人。あと原作者と脚本家の間に壁がありすぎじゃね。それじゃ意見も食い違うだろうに。脚本家ってそんな商売だな。真面目な人ほど苦悩しそうではある。特にアニメの脚本家は会議で常にダメだし、要望や修正されるから、精神的にきついみたいだし。あの脚本家気の毒にな。顔潰された挙句あんな条件飲まざる得ないのか。つうか推しの子作者が漫画家サイドだから、かなり脚本家側に配慮した構成見せ方になってるよね。現実にはここまで善人な脚本家ってかなりファンタジーだろうなとは思う。性格の部分は置いといてほとんどの脚本家はこれだろ。何の権力もない。原作者とプロデューサーやらスポンサーに挟まれた調整役でしかない。ちょっと同情しかけたけど、茜から見てもキャラ違くねだから、やっぱ脚本家が悪いわ。キャラ改変でも別に面白ければ問題ないとも言える。現実にはそれ以前に普通につまらない。出来が悪いから叩かれるわけで。演出変えるのはいいけど、キャラ変えるのは NG ってはっきり言ってんじゃん。間に入ってる人たち無能すぎでは。難しいよね、伝言ゲーム。つっても、どこをどうしたらこのキャラらしさが失われるかって、完璧に把握してるの原作者だけだからな。一番いいのは脚本会議に原作者も参加することだろうけど、週刊連載抱えてる漫画家とか死ぬほど忙しいだろうから、現実的には無理なんだろうな。元京アニスタッフの人がバラしてるけど、原作者は絶対に全ての脚本会議に参加してください。どうしても無理な場合、どのように改変されても後から文句を一切言わないこと、というスタイルを徹底していたのが京アニ。ここまでいれば、原作者はほぼ脚本会議に来たそうだ。原作者と脚本家が直接打ち合わせすりゃ問題解決するような。それで解決できる精神年齢大人な人同士ならな。実際はお互いに相手分野のことはど素人だから、自分の専門で殴り合うだけになって、全く何も進展しない。今回の漫画家先生に至っては一切譲歩する気ない。素人分野の相手のことを才能ないだの対面で言っちゃうほどのコミュ障だから、そもそも多媒体での展開自体、無理ゲーレベルだとは思う。アビコ先生みたいなタイプは、脚本家と直接やり取りさせてもかなり難しいだろうしな。原作は読んでるからもちろんこの後の展開は知ってるけど、あれだけ気難しいタイプだとうまくいきそうにない。オブラートを20、30どころか50ぐらいに包んで、脚本家に要望を伝えとるからな。しかし、なんで5人も6人も間に挟む必要があるんだよ。原作者、担当編集、脚本家でいいだろう。会社もプロジェクトで謎に人挟むでしょう。伝言ゲームで原作者の意図が伝わってなかったってのは分かったけど、原作者がうちの子はこんなバカじゃないって一刀両断してるのに、脚本家は原作読み込んで心血注いで脚本書いたって言ってるのが違和感あったな。結局芝居のためにキャラ改変はしょうがないって認識なのか。だから脚本家もおかしいと思いながら原作者からの伝言だから仕方がないと思って、逆の方向にリライトしてたわけで、伝言ゲームの悪いところが出てしまってた。そのあたりの齟齬は次回以降で語られる。一番最初に直せって言って全く直ってなかった時点で、とっとと気づいて対処すべきだったな。昔はアニメも原作改編されても何も言えなかったから、今になって原作者監修でアニメ化し直してるの多いね。映画化されても、作家にはほとんどギャラ入らないと銀玉の作家がバラしてたけど、舞台はどうなんだろう。グッズ収益はすごそうだけど。原作には原作しか認めれないファンもいるし、実写ドラマ、映画化で初めて見た人には、
そっちが元祖になり役者のファンとかになってしまうから、どっちが悪いとは言えない。先に見たメディア形式がその人の元祖になってしまうからね。まあ最初に触れた媒体が思い出補正付きで一番になるのと変わるあるだよね。原作者、脚本家へとつながる伝言ゲーム。その中で起きてしまう解釈の不一致。いいものを作りたいのはみんな同じだが、いろんな要素が重なり合って揉め事が起きてしまう。たくさんの重圧を背負い命を懸けて制作を行っている脚本家はすごく大変ですね。脚本家さんの板挟みになる辛い立場がよく描かれていました。その原因が制作体制の伝言ゲーム。この話題は最近も問題になっていたのは記憶に新しい。クリエイターを題材にした作品数あれど、脚本家にスポットを当てるのは珍しいかも。脚本家の苦労が伝わる良い回でした。ステージ裏の戦い、たくさんの人が関わる分起こりうる事態、まさに神のごとき強いオーラを出すアビコ先生のシーンがすごく良かったな。ゴアさんと同じくらい真っ青になりました。アフレコや動きがついてよりリアルに怖さを感じました。タイトルにもなってますが、これは伝言ゲームの監修がまずいってことなんですかね。直通で脚本家と原作者がやり取りできていればこんなことにはならなかったのかどうか。ゴアさんの作品への思いも描かれていただけに考えさせられる回でした。黒川茜の違和感が的中し、本番20日前にして原作者のアビコ先生により本が全リテイクに。アビコ先生の癖が強いって事前に知っていたのなら、コラヤ制作者サイドが悪いな。うちの子たちはこんなにバカじゃないんですよ。創作者なら理解できる言葉やな。誰かアビコ先生に、あなたのおっしゃったことは100分の1未満に薄められた上に、複数人の勝手な要望を後手後手に加えられてから、脚本家に伝えられているって教えてあげて、といい回だったな。歯磨きシーンは原作者先生のこだわりの強さが垣間見えました。お互いに熱意はあったのに負の連鎖を生んだ伝言ゲーム。脚本の人の穏やかな口調がまた悲しいです。舞台はほとんど見たことないので、次回はアクアと一緒に勉強会になりそうです。自分の生み出したキャラを我が子のように思う原作者の気持ちも、メディア化に際して多くの人が関わり、伝言ゲームのようになってしまう現実も理解できる。誰もが良い作品を目指しているのに起こってしまう圧力に胸が苦しくなりました。どんな落としどころを迎えるのか続きが気になります。まさかの巻き戻し演出は、斜め濡れすぎて予想できんかったわ。見せる順番を変えるだけで姫川とアビコ先生の印象が変わる。後映像でめっちゃ見たかったとこを目の前にして終わってしまった。原作者に自らの仕事を全否定された脚本家の絶望した顔を見るのつらかった。本誌から読んでるほど大好きな作品で、心血注いだ仕事を白紙に戻されるとか心折れるな。アビコ先生の意見が伝言ゲームによりねじ曲がって伝えられたのは問題だが、アビコ先生自体にも問題あるよな。これから不安だ。オノディの哀愁を誘う演技にちょっと涙が出た。2.5 次元舞台編は原作のプロットからして見どころも多いし特によくできてるけど、声と動きとすごい作画でアニメの見応えがすごい。感心しっぱなしだった。原作にほぼ忠実ながら、再構成や演出、声優の演技が相変わらず素晴らしい。ただ、原作でも思ったのは、舞台の欠点の話。舞台転換をうまく処理しているのもあるし、大行な舞台した演技だけじゃない。まあ、そこ描くと本筋からずれるから省略してるのもわかるんだけどね。伝言ゲームのいびつさが描かれた今回。前回アクアに2人同時に聞けば筋は通るだろうって答えを出させてることで、そのいびつさが後追いで強調されてるのが面白い。素人でも思いつくことができないプロたち。全部のみは良くないけど、悪意が持ち込まれていないのなら、希望は残されているのかも。原作者が最も原作に思い入れがあるのは当然として、様々なメディアミックスの過程で、媒体ごとのリバイスが行われることを割り切れるかどうか、真摯に取り組む脚本家の姿を踏まえ、第三者視点で見るとなかなかにしんどい展開。これは報われてほしいな。引きの黒川茜のきらめきだけが救い。
最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。